こんにちは。こんな雪で、バイクに乗れない日々が続いてます。雪の降らない地域に住みたいです。まあ、おかげで整備する時間が取れるというのもあるんですけどね。今回はこのキャブを掃除します。汚れすぎて、どこからガソリンが漏れてたのかよくわかりませんが、オーバーホールキットを使うので多分治るでしょう。多分。それじゃあ分解していきましょう。それにしても、なんでこんなに黒いのでしょう？フロート質は、なんか砂みたいなのが少し。まあ、綺麗な方ですね。燃料フィルターにはなぜか綿ゴミ。どっから入った？フロート室のガスケットには、液体ガスケットが少しついていました。ここから漏れたのか？燃料コックはだいぶ錆びています。フロートを外します。ジェットは固着もなくすんなり外れました。ただスロージェットには詰まりがありました。キャブクリーナーで掃除していきます。この後めちゃくちゃブラッシングした。なんやかんやで綺麗になりました。メッキばかりも芸がないかなと思って、錆が気になるパーツを黒くしてみます。チョークケーブルを固定する部分です。加熱してオイルにつけると、黒くなるそうなので試してみました。防水に効果があるかは知らないです。落ち着いた感じでいいですね。それでは組み立てましょう。5倍速で組み立てます。ここで組む順番ミスしてます。
気づきました。これ、後からはつかないのです。なんとか完成です。順番が前後しますが、クラッチの組み立てです。ドライブプレートとウェイトを組みます。クラッチスプリングをセット。アウターをつけます。ダンパースプリングをセット。ちょっとコツがいります。クラッチセンターをセット。クラッチ板の厚さは、まだ規定値内だったので、再利用します。クラッチプレート B は変色してたので本来なら交換ですが、試しに裏返して使ってみようかなと思います。裏表がある部品ですが、見た感じいけそうなんですよね。最後にセットリングをはめて完成です。クラッチ板は再利用と思いましたが、思ったより安かったので結局交換しましたとさ。ちなみにこんな状態でした。片方は新品ですが、微妙に形が違いますね。
次はカムシャフトをちゃんと取り付けます。フライホイールを仮付けして、ピストンの上支点を合わせます。綺麗になった T マークを、クランクケースの切り欠きに合わせます。カムシャフトの山をピストン側に向けて取り付けます。2つのボルト穴と切り欠きが一直線になるようにします。カムスプロケットは、丸マークを切り欠きに合わせて取り付けます。1回では合わないかもしれませんが、ずれたらやり直しましょう。スプロケットの締め付けトルクは9ニュートンメーター、意外に低い数値ですね。バルブクリアランス波 0.05mm プラマイ 0.02 です。エンジンつけちゃいます。ボルトは2本だけです。エンジンも手で持てるので簡単です。そうそう、先にハーネスを通しておく必要があります。前回、かかった費用を載せるのを忘れてたので、今回まとめて発表です。なんかもう、節約する気ないよね？そのうち新車価格に届くのでは？